笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるいでちゃんです。今回はパーキンソン病の患者さんに注意していただきたい重篤な症状である悪性症候群について解説していきます。悪性症候群という存在は知っているけれども、どういうことをしたら起こるのかわからない、何に注意したらいいのと思っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。お薬の中断で起こることは知っているけれども、他にはどんな要因が悪性症候群につながるかわからない方もいらっしゃるかと思います。実は悪性症候群を起こす誘因は、皆さんが意図せずやってしまうことや、ご自分に関係のない環境要因などで生じてしまうこともあります。今回はまず悪性症候群とは何かからご説明させていただいて、その症状を引き起こす誘因、予防法、治療法についてご説明していきます。この動画を見ることで悪性症候群を起こす可能性のある誘因を知り、その予防の仕方、そして悪性症候群かもしれない初発症状が起こった時に早期治療につなげていただけるようになるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、このようにパーキンソン病に効果的な運動や有用な知識をお伝えしていきますので、継続してみたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。公式 LINE では最新動画の情報や皆さんのお悩み別に運動スケジュールを提案していますので、概要欄の公式 LINE リンクから登録をお願いします。それでは本題に入る前に、今回私がご説明する内容に悪性症候群を誘発する行動や状況、そして予防法など、ご自分で意識して気をつけたり取り組めることが出てきます。その部分は写メをしたりメモをしておいてください。そして私の動画の該当部分も何度も見られるように概要欄にタイムスケジュールとして上げておきますので、見たいと思った内容の時間の部分をクリックしてご確認ください。それでは本題に入ります。まず、悪性症候群とは何かですが、悪性症候群とは、ある種の抗精神病薬、神経遮断薬や生徒薬、吐き気を予防する薬を使用したときに起こる錯乱または無反応状態、筋肉の硬直、高体温、その他の症状のことです。基本的に抗精神病薬や生徒薬を使用したときに生じる重篤な副作用ですが、これがパーキンソン病薬中止時などにほぼ同じ症状が起こるので、同様に悪性症候群と言われます。悪性症候群で生じる症状は、38度以上の高熱、意識障害、これは意識が朦朧とすることや錯乱なども含まれます。筋肉の強い緊張、自律神経の乱れ、血清クレアチンキナーゼの上昇などを特徴とします。血清クレアチンキナーゼとは何ぞやですが、血液検査などで CK 値というのを見たことがあるかと思います。CK というのは心臓の筋肉や関節を動かす骨格筋に存在する酵素のことで、体の中の筋肉が損傷した、組織が壊れた時にその酵素が血液の中に漏れ出すことによって血液検査で CK 値が上昇します。具体的に心臓の筋肉が壊れてしまう急性心筋梗塞やその他の筋肉の疾患などがあれば CK 値が上昇します。悪性症候群ではこのような症状が一般的に生じるのですが、さらに重篤な場合、黄門筋誘拐症、DIC、播種性血管内凝固症候群やおよび急性腎不全などが生じることがあります。聞き慣れない病名だと思いますので、一つずつご説明します。黄門筋誘拐症とは、外傷や薬剤の影響や感染症によって筋肉が分解される、つまり筋肉の細胞が壊れてしまうもので、
症状として筋力低下、筋肉痛、赤褐色尿などが生じます。これは先ほどの CK 値が正常の5倍以上にまで上昇した際に起こりうる症状です。そして急性腎不全は黄門筋誘拐症などで筋肉が分解された際に筋肉からミオグロビンというタンパク質が漏れ出すのですが、これが腎臓の血管に詰まって腎不全が生じることがあります。そして DIC、播種性血管内凝固症候群は出産時の合併症としてご存知の方がいるかもしれません。これは感染、手術、出産時の合併症として生じ、血液が異常に固まりやすい状態となり、多くの血栓が形成される病気のことです。発症すると全身の細い血管が血栓によって詰まるようになります。そして血栓ができるということは、その部分で血液を固めるのに必要な血小板や凝固因子が使い果たされて不足していくので、その他の部分の出血を抑える作用が低下し、出血も起こりやすくなります。要するに体の部位によって血液が固まって血栓ができやすかったり、逆に血液がサラサラになって出血が起きやすかったりする、治療に難渋する重篤な状態で命に関わるケースも少なくありません。というように悪性症候群は発症すると重篤な症状を起こしかねない副作用です。では、なぜこの悪性症候群は起こるのでしょうか。悪性症候群を引き起こす誘因について解説していきます。まず1つ目は抗パーキンソン病薬の中止、急激な減量です。自己判断で完全に抗パーキンソン病薬を飲むのをやめたり、量を急激に減らしたりということも原因になります。そして2つ目も抗パーキンソン病薬に関することですが、不十分な服用です。これは処方されているお薬を自己判断で飲んだり飲まなかったり、飲み忘れなどが頻繁にあるような場合です。そして3つ目は感染症。例えば風邪やインフルエンザやコロナなど何らかの感染症を合併しているときに起こりやすいとされます。ここでの注意点は、感染症があるときに何らかの影響でお薬の薬効が不十分になることも考えられますが、体調不良時に抗パーキンソン病薬の飲み忘れや自己判断での中断が起こりやすいという場合も多いようです。そして4つ目に暑い天候です。確かに夏場すごく調子を崩される患者さんが多い印象があります。通常そんなに急激にパーキンソン病が進行することはないだろうに、明らかに春までと状態が変わって患者同士の集まりの場に顔を出してこられない方が増える印象があります。これに関連する可能性もありますが、5つ目に脱水です。夏場、暑い中、室温調整が適切でないなどによって暑さで悪性症候群を引き起こしやすい状況になったり、暑くなって汗をかく量が増えているのに十分に水分摂取をしていない場合も悪性症候群が引き起こされやすいということが言えます。そして6つ目に運動の変動です。言葉が難しいですが、これはそれまで1日の中で動いていた量が急激に圧倒的に減ってしまう状況のことだと思います。例えば、引っ越しなどの環境の変化で自宅内や屋外の移動のしやすさが変わって外出していたのが全く外出しなくなったというようなことも考えられますし、例えば先ほど出てきました感染症や脱水症状や熱中症などでしばらく安静に過ごすしかなくなったなども運動の変動にあたると思います。そして7つ目にイレウスです。イレウスとは腸の蠕動運動が停止したり、腸の中が詰まったりする状態ですが、パーキンソン病の場合は自律神経障害による麻痺性イレウスや重度の便秘が原因のイレウスを引き起こすことがあります。これによってお薬の効果が全く得られず、よってお薬を中断、減量したことと同じ状況になってしまうことが考えられます。このように
悪性症候群を引き起こす要因はいくつかありますが、ポイントは抗パーキンソン病薬の中断、減量が主たる原因で、そしてお薬の量を変えていないけれども、感染症や暑さや脱水などの体調不良、便秘などによってお薬を減らしてしまったのと同じ状況が引き起こされた場合に生じるということです。では、原因が分かったところで、この悪性症候群を予防、早期発見をする方法はあるのでしょうか。これは重要なポイントが3つあります。まず1つは何といっても先ほどご説明した悪性症候群を引き起こすイベントを知っていること。そして2つ目はその状況を避けること。そして3つ目は悪性症候群が起こった時の症状を知っていること。この3つが大事です。1つ目と2つ目を同時にご説明しますが、とにかく悪性症候群の予防で最も重要なことは、抗パーキンソン病薬を急に中断または減量させないことです。患者さんには可能な限り先ほどお伝えした悪性症候群を引き起こすイベントを避けるように常に指導する必要があるとされます。ですが、定期受診は1ヶ月に1度など頻繁にあるわけではありませんので、日頃からご自分で気をつける必要があります。たとえ幻覚や精神症状といった副作用を発症した場合でも、自己判断でお薬を中止するべきではありません。もちろん、そのような副作用があった場合は、早急に受診をする必要がありますが、受診の時まではお薬は用量を守って服用し続ける必要があります。悪性症候群はレボドパを減量または中止した時に起こることが多いのですが、レボドパに限らず、どの抗パーキンソン病薬を中断しても悪性症候群を引き起こす可能性があるため、どのお薬も同様に自己判断での中止、減量は避けましょう。そして繰り返しになりますが、抗パーキンソン病薬を適切に服用しない場合も中断と同様の影響を及ぼします。運動の変動、感染症も悪性症候群を引き起こす重要な要因です。そしてこのような感染に伴う食欲不振も悪性症候群を引き起こす追加の要因となります。また、夏の暑さ、脱水も悪性症候群の発生要因です。これらのことをしっかり知識として知っておくこと、そしてこういった状況を避けることが一番大事です。そして3つ目の悪性症候群の症状を知っておくということですが、これは最初にお伝えした悪性症候群の症状、つまり38度以上の高熱、意識障害、筋肉の強い緊張、自律神経の乱れ、血清クレアチンキナーゼの上昇などがあったときに、悪性症候群かもと疑って早急に受診をお勧めします。特に38度以上の高熱が出たときには感染症なども考えられますが、たとえご自分ではお薬を減らした覚えがなくとも、悪性症候群の初発症状ではないかと疑ってかかることが大事です。もし高熱で受診される際、感染症を疑って神経内科ではなく通常の内科にかかる場合は、悪性症候群であっても気づいてもらえない可能性があります。かかりつけの神経内科であれば、専門医は悪性症候群を疑って治療を開始してくれる可能性がありますので、まずは主治医に連絡し、一度受診のご相談をされることをお勧めします。例えば鼻水や咳などがあって明らかに風邪と思われるような症状でも悪性症候群を併発する場合がありますので、まずは主治医にその感染症と思われる症状も含めご相談してみてください。では最後に悪性症候群の治療です。悪性症候群と診断されたらどのような治療がなされるのでしょうか。まず一つ目に点滴治療です。点滴治療は悪性症候群の兆候がある場合の初期治療となります。そして
2つ目に高熱を下げるために体を冷やします。氷嚢を額、首、液下および鼠径部といって足の付け根の両側に適用します。解熱剤の使用は低血圧やショックを引き起こす可能性がありますので避ける方が良いようです。やはり意図せずとも抗パーキンソン病薬の中断、減量と同様の状況が起こっている可能性がありますので、抗パーキンソン病薬を経口、また胃の中への直接投与や点滴を通じて投与します。ですので、高熱が出現した時には、受診の時まで処方されている抗パーキンソン病薬をいつも通り服用し、しっかりと額や首や脇などにアイスノンなどを当てて冷やすことが効果的である可能性があります。そして4つ目は、有効性はまだ認められていないものの、悪性高熱に効果的な薬剤があるようですので、その薬剤の投与や感染症治療などを施す必要がある場合は、感染症治療も行います。そして最後に DIC や急性腎不全などの重篤な症状が出た場合は、血液透析等、その症状に応じた治療が行われます。それではまとめです。今回は抗パーキンソン病薬の中止、減量で起こる悪性症候群についてご説明しました。まず、悪性症候群とは38度以上の高熱、意識障害、筋肉の強い緊張、自律神経の乱れ、血清クレアチンキナーゼの上昇が生じる抗パーキンソン病薬に関連する重篤な副作用です。そして悪性症候群は抗パーキンソン病薬の中止、減量、そしてそれと同様の状況が発生したときに生じます。この悪性症候群の予防、早期の治療に導くためには、まず悪性症候群に関する知識を持っておくこと、その状況を避けること、そして高熱が出たなら悪性症候群を疑う必要があることをお伝えしました。最後に実際に悪性症候群になった場合に病院で行われる治療法、ご自分でもできることをお伝えしました。では今回の講義は以上です。抗パーキンソン病薬の用法、用量は患者さんにある程度委ねられている場合もあり、主治医とコミュニケーションを取りながらご自分で飲むタイミングや量を調整されている患者さんも多いです。今回のような悪性症候群が起こる原因や状況を知ることで、改めてお薬との付き合い方を考えていただいて、安全に服薬療法を続けていただけたらと願っています。それではまた次回お会いしましょう。